いくらドジョンです。今回はね、レジェンドリーグからやっていきたいと思います。編成は今こんな感じでやってるんですけど、食い火のルートライダーに、オーバーグローの呪文を入れてという形。基本的に兵器は10日兵士を対応してます。320とかもね、取れるようになってきて、結構ね、オーバーグローの呪文結構使いこなせるようになってきて、普通に強いかなと思います。フリーズの上位互換のようなね、使い方をしていくことが多いですね。シンプルにインビジブルを大きく、なんかルート強制のために使っていくっていうやり方もあるし、フリーズよりも時間の長いフリーズとして使っていくこともあるし、なんだろうな。なんかね、使ってない人はね、使い道もわからんし、なんか、理論上なんかパッといらなそうなんだけど、買ってみるとね、意外と便利なんだよね。多分ね、使わないとわからんだよね。10日弊社みたいなもんで、最初も10日弊社、何これ理論上弱くねみたいな感じで、誰も使ってなかったんだけど、ギガホグとかでね、使い始めて、10日弊社強いじゃんってなって、くるっとね、手のひらクルーシブでね、してね、みんなで、強い強いってなって流行った、あれがありましたけど、使ってみると結構強いって感じ。なくてもいいシーンもあったりはするんだけど、早速やっていきますか。はい、早速やっていきたいと思います。この手の配置はよく出ますね。タウン食い火して終わりです。多分タウン食い火すると思うんですけど。美味しい美味しい。めちゃくちゃ美味しいですね、こんなんもう。超絶カモジンきちゃわっしょいって感じで攻めたいな、これは。タウン食い火して、あと、どう繋ぐんだろうね。その時々の気分で変えてるような気がするけど。クイーンが向いた方に行くのかな、これ向かなかった方に行くのかな。どっちなんだい。うん。今のスニゴブはバルーンと出し間違ったやつですね。で、援軍釣り出し用のホーグも一緒に入れていきつつ、ポイズン打って、火力もそんなに高くないので、安全ですね。タウン裏がマルチ IT の時点でもうカモなんですわ。で、キング、トーカー置いて、ここから、ルートライダー発進で一直線ですね。で、ウォールブレーカー入れていくような流れなんですけど、ぶっちゃけルートライダーが穴開けしてくれるから、ウォールブレーカー投げる必要なかったな、とかも思いつつ。クイーンの方もウォールブレーカーつなげていきます。もともとキング外周入れて、9時、10時か。10時ぐらいで穴開けして合流すればいいかなとか思ってたんだけど、キングの方がね、ぐるっと戻って帰ってくれたからね。ストライカーとかも合わせていったけども、むしろいらなくなっていって、もう昔のディガホグみたいな感じでこれ10日兵士は流してますね。ルートライダー型で。めちゃめちゃ余裕かな。この手の配置は相当楽に取れるかなと思います。ぶっちゃけ兵器何でも強いとは思うんだけど、10日兵者ってなんだろう。シューターみたいになんかテスラチェックみたいなことを一切しなくていい。シューターはね、それはそれですごい上振れムーブがあるからそれは強いんだけど、置くだけで機能するっていうのもね、手軽で楽で強いっていうところはあるかな。もう、いかに楽か。結構これね、プランニング時間30秒しかないレジェンドリーグにおいては大事な要素ではあるかなと思いますよ。さあ、ナイス展開ですね。どんどん見ていきましょう。タウンホール真ん中の配置、スミスの配置ですね。さあ、これどういう取り方するのか。多分ね、これ、俺、スミスの配置って知らない時期、初見でアタックした感じだったと思います。今ね、この配置、違う取り方を確立してますが、当時はこういう攻め方をしたみたいですね。言うてもこれで320取れてた時のあれだったので、イケイケ状況で攻めてると思いますが。これホグで援軍釣れるやんってことに気づいて釣っていくと。ここはボールブレーカー入れない。ここどういうやり方してたんだろう、この時。多分でも、どういうやり方していいか分からず攻めてると思うんだよな、これ。多分、キングをね、9時に入れると思うんだよね。そうだよね。入れてきましたね。で、そこ穴開けしたことで奥までウォールブレーカーつくみたいな形だと思うんだけど、ページからのインビジブルまで合わせていって、ちょっと危なくなったもんね、今ね。ホーミングチェックバルも入れて、はい、来ました。一気のキング10日弊社スタートで、ここは、こういう使い方をしていきます。イーグル砲とかもね、一緒に潰せるっていうところ、ちょっとなんか、だいぶ変なやり方してる、これ。
これでウォールブレイカーちょっと早まったのがマジでもったいなかったな。今絶対違うやり方してるな。そういう生き方するんだ。面白いね。面白い攻め方しますね、この人ね。すげえ迷いながら攻めてるじゃん、この人。だいぶ行き当たりばったりな攻め繰り広げてますね、これね。で、シングル、ダブルで食らっちゃったので、さすがにこれクローク回避っていうところで、クローク回避をしていきつつ、キングと結果ここでね、ルートライダー合流できるので、レイジまで行ってトーム入れて、ウィザードとかも一応延命できるからね、今のタイミングヒーリングトームで。中心部分は、クイーンがずっと壁を殴り続けてるんですけど、落ち。中心はもうキングとルートライダーのみで突破していくような形ですかね。で、浮いてたバルーン、水塔のところを合わせてあげて、はい、降り切れました。あとはフリーズが一応一発残ってる状況ですか。よくこんなやり方で取れるね。結構余力あるのが意外だけど。今はもう全然、もっと、綺麗に取ってます。ルートが違うんで、さあ、ここは全開ですね。もう、ザ初見みたいな攻め方してるわ。タウンホール真ん中の配置が続きますね。レジェンデリーグやる以上、なんかこういう手のね、配置は攻めなきゃいけなくて、そうなった時結構この、オーバーグローの呪文って、使い道なくなり気味なんだけど、これもザ初見攻めの行き当たりばったりアドリブ、走り回りプランですね、これも。これはね、ギリギリ覚えてる。プランちょっと崩れちゃったんだよね、思ってたプランと。ここがね、くるっと内側入っちゃったんだよね。それはそれでいいかと思ったんだけど。もともとは6時のところ入れて、みたいなプランで考えてたんだけど、これで9時の方に戻っちゃいますと。もう、大暴れプランですね。こうなると、ルートライダーの方を考えるのが難しいんだよね。ギリギリまで、クローズのアローが弱めてくれるので、レイジ合わせつつ、左につくよね。戻るよねってところ、ここは黒く打ちつつ、火力を抑えるため、右側ケアするための、なんだっけ、あいつ。オーバーグロー。でも、クイーンがまた左に戻っていく。もう、大暴れすぎんのよ、これもう。で、キングトーク合わせつつ、ルートライダーも一緒に入れていきます。もう、外側に価値がないなと思ったんで、サイドカットして、もともとこういう風に考えてたんですけど、フリーズレイジ。先にタウンホールを落とすことができました。結局、キングはでも流れちゃったんだな、あの状況。せっかく戻すようにサイドカットしたのに。で、トーム入れていくと。で、ここで考えてるのは、クイーンを MS するかどうかですね。結果、するかってことで、レイジ打ちつつ。で、長弾大砲とかも入ったので、フリーズを合わせなきゃいけないような状況。下から、バーバリアンタゲからのホグビズとか入れることで延命するんだけど、結果的にはね、クイーンのルートが思ってた通りにはいかずに、下行ってくれるかなと思って、レイジフリーズ延命する、ね、覚悟を決めたんですけど、うまくいかなかったですね。あんまいいアタックじゃねえな、これ。もう本当に。なんでこの2つ最初に持ってきたんだろう。取った順にリプレイ貼ってったからこうなっちゃったのか。でもね、これ、ホグが強いんじゃないかな。ターゲットかわしてくれてからのホグ追加でロイヤルチャンピオンにターゲットが入らない形を取り続けるってやつね。いや、よく前回繋がりましたよ、これ本当に。もうめちゃくちゃだからね、こんな。やば。さあ、この手の配置もよく見ますね。6時食い火して、ウォールブレーカーを入れていっての、タウンホール打てるようなルートで連れていくっていうのが、僕は結構ルート取りで取ることが多いですね。ちょっと癖の強いテスラですね。テスラ盛りがあるので、ホーミングのチェックとか結構しっかりしていきつつ。
うん、特になしと。まあ、横打ち消しつつ、ウォールブレーカーを入れていくんだけど、まあ、ちょっと手前の方についちゃうので、投げ直し落ち着いて。で、キングとか外周流しつつ、現れるの待ってますね。現れた瞬間にルートライダーレッツゴーです。さあ来ました、ルートライダーレッツゴー。ストライターかとかもね。ポイズンリザードをボーデンにつけてた時は結構この辺、そんなにストライカーの重要性大事じゃなかったんだけど、今は結構ちゃんと差し込むこと考えてますね。アイゴル3枚が一度にキング、ジャイアントガットレットで飛ばせるの強。で、あとは真ん中貫通して、まあ、レイジ目比じゃなくて、ロイちゃんに打つかなと思います。フリーズポイズンターって出る前に打ちたかったなーって多分思ってたと思います。あんまり。まあ、クイヒールートかなり安定感あるルートで、このルートをして、ルートライダーパートをこういう感じでやると、まあ、援軍にアイゴレが入ってようが簡単に突破できるという形ですね。アイゴレ以外だったらポイズンで封殺できるんで。余力的にもたっぷりの全開になりましたって感じですかね。まあ、よくある配置ですね。まあ、よくある配置の取り方を覚えておくっていうのと汎用性も結構あったりするんでね。さあ、タウンホール真ん中の配置、もう全然記憶にないんだよな。結構前のアタックだから。6時からスタートしていって、イーグルのところは穴開けですね。ここは1マス空いてるんだけど、拡張の意味合いのあるボールブレーカーを入れて、この後どうすんのこれ。援軍処理までして3時からルートライダー入れそう。やってたと思うな、記憶的に。部費戻すのかなそのまま。うん。ホーミングチェック、ウォールブレーカー入れていきつつ、援軍の方は細かいものがたくさん出てきましたが、細かいものプラスのアイゴレでしたね。まあ、ライドラとかも一定数増えたっていうところかな。あ、全然違ったわ。もう覚えてない証拠です。キングトークあっち入れつつ、下からここは、ルートライダーパートが発動中。合流して穴開けも一緒にやってもらうって感じね。で、ここは、はいはいはい。オーバーグローも入れつつ、だいぶカオスな展開。で、キングとキングが当たっていったりする。で、タウンホールも起動して、レイジトーム合わせていきます。まあ、タウンホール真ん中なんでね、トーム合わせられるなら合わせた方がいいに決まってるので合わせていきつつ、ここでようやく敵がね、現れると、教団大砲とモノリスというね、危険な防衛説が現れていきまして、クイーンがそっちにね、対応してくれてるので、クイーンの延命を大事にしていきます。で、ロイヤルチャンピオンとかもね、ようやく気づいてくれて、そっちに対応してくれつつ、まあ、キングのターゲット活かしてバルーンとか、まあ、今回はホグも持ってきてるんだけど、ユニットに合わせてこの辺刺していくっていう展開ですね。覚えてないもんだね。ホグとかいろんなユニット裏から差し込んで、ロイちゃんクイーン能力残ってるので解放して終了と。ヒールトライダー、これは、穴開けをしたんじゃないかな。対空砲のとこに一旦ウォールブレーカーつくかどうかチェックして、で、十字区画全面除去ですね、多分。多分そうすると思う。で、ウォールブレーカーしっかりここつくと思うので、投げ直しつつ、ベビドラ入れて、入っていきます、レイジ。
ここフリーズも打ったんでね、黒く出てほしくないなと思ったところだったんだけど、くじ側を全面除去していくことで、これするならもうちょい早くね、対地クロス消して、黒く温存すればよかったなーって、ちょっと反省してます。タウンホールのところまでしっかりホーミングチェックマンのバルーンが届きつつ、火力も抑えて、この辺サイドカットになって、で、10日兵士を置いてから、スタートしていくと。で、これはキングは合流したいからここに投げてるんですね。中心部分が結構、強めの防衛説も多いっていうところで、ルートライダーとキングを歩かせるメリットはあるかなというところで、今回は一緒に動いてもらうような形で、食い火がね、キングと当たるので、ここはストライカー処理をしてあげつつ、援軍にはポイズンを置いて、みたいなイメージですね。はい、これうざいね。はい、これはちょっとうざいんだよな。援軍処理しないで進めることが結構多いから、アイゴレうざいんよね。ウォールブレーカーとかも入れていきまして、あとは中心貫いてくれって感じ。レイジの方はロイヤルチャンピオンの方に咲いて、あとはインビジブルなんですけど、黒く咲いてるので、ここはもうクイーンの延命のために使いました。長弾大砲をね、一人で折れるのは、クイーンの特権かなというところで折りつつ、大工とかも折って、このまま壁殴って裏のターゲット取りつつ終了ですね。ウォールブレーカーでバルーンのね、ためにタンクさせたので、1体のバルーンの方も生きつつ、ロイヤルチャンピオン能力解放 GG ですね。サムライジャパン、U さん。仲のいい日々、メルクランですね。これやったっけかな。多分タウンクイヒやったわ。思い出した。タウンクイヒやって、裏のモノリスのところをオーバーグローで消して、ウォールブレーカーだったかな。タウン裏にこういう火力の高い防衛説があるときって、普通にね、こういうかわし方ができるといいかなっていうところ。タウンホールに向かうバルーンを作りつつ、ギリギリまで貯めていいやつですね、これは逆に。貯めつつ、ウォールブレーカー。はい。とても良いかなと思います。でここでアイスゴレムに捕まってる時間中にモノリスとかに撃たれないっていうのがいいんですよね。っていうのと逆に言うとアイゴレに捕まってる間にもう一度見えるようになるっていうのもいいですね。はい、見えるようになりました。で、ここ援軍に当たるところなので、クイーンにレイジ打ちつつ、ルートライダーも発進。さあ、ウォールブレーカー入れてきました。キングの方は6時に入れていって、長弾大砲と相手のクイーンとかもされるっていうところですね。一応クイーンの方もウォールブレーカーつけたんだけど、ここ必要なかったかなと思いつつ。キングの方はフィストでリクスケルトンと長弾大砲をぶっ飛ばしてくれました。頑張れー。で、ここはシングルインフェルノなので、余ってるバルーンは全部シングルインフェルノに刺していくような使い方。そうするとペッカの方にもシングルインフェルノの滝が向かわず、動いてくれてますね。でクイーンの方は黒く打っちゃってるので、延命する判断にしてレイジを打ちつつ、あとはフリーズとインビジブルが残ってる状況ですね。ロイちゃんの延命だけしてあげればフィニッシュができるような状況をフリーズ打って、インビジブルも特にいらないって感じなので。タウン裏の施設に打つのは結構タウン食い火する上ではいいかなと思います。これもタウン食い火。基本タウン食い火できるやつは全部タウン食い火ですね。ちょっと飛ばしますね。長いな。ほい。スニガブカットも入れて。俺のジャイアントガントレットが16レベルなのがバレた。ホーミングチェック入れて、レイジ打って、インビジブルターが発動するけど、勝手にしてくれてどうぞって感じ。
まあ今もほぼほぼ同じやり方してるんじゃないかなと思います。これ当時どういうやり方してたんだろう。トルネがちょっとだるいね。ただ、そんなに影響はないというところ。ページ置いて、キングとか置くのかな。あ、そっちから行くんだ。なるほどね。当時の俺は合流型を選んだんだな。これもキング一緒にね、特化弊社とは別で、ルートライダーと合流しようっていう意図でね、ほぼほぼキングはもう一緒に動かしていきたいなっていうのが目標に動いてるまである。巨爆すごいな。オールブレーカー入りつつ、ヒーリング、トーム。まあ外周行っちゃったキングなんですけど、一応キングとかもね、トームにかかるようなタイミングで投げつつ、全ユニットトームですね。クイーンもしっかりトームに入っていって。で、今更なんですけど、オーバーグローさせていただきますね。ということで、裏側を削ります。まあ、援軍の合ゴリに捕まるタイムをね、こうして無駄にしないっていうのはいいかな。イーグルとかね、降り注ぐからね。で、残った防衛施設に関しては、オーバーキルで削り切るみたいなイメージです。あとはフリーズとインビジブル余っていって、まあフィストとかも余って、ロイヤルチャンピオンも能力余ってと。まあ、基本的にフォックスを殺さなければロイヤルチャンピオンの能力は残ってるもんなので、フォックスの延命がめちゃくちゃ大事かな。フォックス死ぬと割と伸びない。生きると相当伸びる。フォックスゲーだこの世は。フォックス延命しないとだ。はい、というわけでね、終わりまして、クイヒールートライダーをやっていきました。まあ、オーバーグローをね、使ってるんですけど、思ってるよりは便利かなと思ってます。というのも、僕が最初にオーバーグローをね、聞いたとき、これ何に使うんって思って、まあ、あの時の感覚からすると、普通に使ってみたら強い呪文やなっていうのが感想だし、全然フリーズ2枚の上位互換として使えることが結構多かったりするので、まあ、状況判断でこの場合フリーズと、オーバーグローどっちの方がいいのかみたいなね、判断は大事だし、まあ、オーバーグローが刺さる理由としてはもうやっぱり密集人がやっぱ多いんで、レジェンドリーグって対戦、普通のね、対戦と違って配置どんなの出てくるかわかんないし、火力高いところを押さえつけちゃおうっていうのがいい呪文かなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。またさよなら。